はい、こんにちは。武田サロンでございます。久しぶりに Y 師匠とお届けします。もういいですね。壁もなくなって。ですね。はい。この回がアップされる頃には、いよいよ出ました。10フィートの竿が発売です、皆さん。やった。いやーもう長かったね。Y 師匠もいっぱいお手伝いしていただいて。長かったありがですね。とうございました。もう、無駄にブランコも作りましたしね。もうだいぶね、でも釣り、おかげさんでね、もう熱心にやらせてもらいましたよ。いやいや、もうなかなか素晴らしい超過とともに、もうええやないかいうぐらいテストしてもらいました。ありがとうございます。僕、SNS なんかでこう、つながってる人とか、まあ、イベントで会う人とかもね、やっぱ青門やる人とかはね、Y 師匠かっこいいです。みたいなね。どこいいですね、なんか、男性にモテて。モテてるんですか？いや、かっこええなって思ってる人いっぱいいてますよ。ありがとうございます。いや、ミスタータフです。でも、ちょっとね、どういうところがかっこいいか言ってほしいね。自分では何でも。やっぱストイックさとか、タフさ。まあ僕これなんか、これでも言うてるかもしれませんけど、まあ、吉田君の素晴らしいとこはやっぱりね、ひたむき、そして前向き。これ以上ポジティブになかなか人間なれないんですけど、非常に前向きですね。そうやね。これね、もう釣りが上手じゃない人に伝えたいこと僕あるわ。なるほど。何？僕はね、釣りが上手じゃないんですよ。いやいやいや、そんなことないと思いますよ。ほんまにみんなが謙遜して。いやほんまにみんなが5投で決めるところをやっぱり10投ぐらいしてるもん。そういうことかな。そういうことちゃうかな。いやいやいや。みんながパンと分かることが、みんなが1年で分かることが3年かかってんねん。まあ自分が納得するまでね。だから続けられてるんだな。あ、なるほどね。逆に言うと。分からんから。だから自分が釣りあんまり上手じゃない、ちょっとどんくさいなって思ってる人の方が、まあ長く楽しめるかもしれないね。あ、なるほどね。スパ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 ーンってやってしまうと。確かにね、なんか、これ武田さん、これこうでこうですよねっていう人ね、やっぱ続かへんね。ってあるでしょ。あるある。きっとあると思う。わかる。まあ絶妙になんかね、まあ Y 氏やっぱりすごいタフやし、すごいんですけど、まあ緩さもやっぱあるんで、そこのバランスもええんかな。僕ほど緩ないけどね。僕も自慢やないけど、釣りうまいなんか一回も見たことないですよ。そうだね。ずっとやってるだけで。でもすごい釣りしながら、なんていうの、熱意というか。熱意ね。熱意感じますよ。ありがとうございます。竹に餅を詰めて割ったような性格ですから。難しいね、その表現。スパッと行きながらもねちねち。割としつこいですからね。いや、なんかね、まあ、投げ釣りが僕ら子供の時ブームがあって、まあ、その後ルアーみたいになって、そのいわゆるキャスティングみたいになってるんですけど、なのでまあ磯とかね、まあ大物狙いとかね、いっぱい流行ったでしょ。入りましたね。でなんかあんまりそのミスタータフとかね、なんか筋肉隆々とかね、鉄人みたいに言われる人ね、ほんまね苦手なんですよ。まあまあね。そんなつもりでやってないから。そうやね。不思議ですよ。いやすごいな思うんですよ。やっぱり人並み外れた体力、人並み外れた集中力、すごいなと思うんですけど、それはね伝われへんと思うわ。同じ類の人でないと。ああかもしれへんね。ボディビルやる人の心理僕分かれへんけど、なんかそういう方向性というかね。釣りに関してはいろんな人見てきたけど、磯行くのに片や僕らは息切れしてる。ジーソね、山登っておりる。で片や息切れしてはっは言うて休憩してる。ほんでその人らのアピールポイントってもう僕らを置き去りにしてタッタッタッターと行って向こうから見る涼しい顔して上がってくるのがでちょっと俺はってめちゃめちゃなんかディスってますね。まあ誰とはそういうことはないけど、やっぱりそういうとこで自慢っていうかそういうとこでちょっと出たりする。なるほど、体力自慢が。もう
いや、怒られるから。今日竿の話せなあかんので、またこう、多分何回かに分けてオンエアされると思うんですけど、はい、ゆっくり弱い師匠も僕、熊本行くようになってから、前ほどは会えてないから、久々に会うて嬉しいですけど、なんちゅうかな、僕もほら、6なるんですよ、今年。もうそんなこれ世間で言うとね、もうまあまあやばいですよ。そうなんですかね。ほんまにもうじじいなんですよ。っていうかもう僕もそれはね、めっちゃ感じてて、つい50のいや、これもだからまあY師おるからやけど、最近もね、引き際考えてんねん。引き際。なるほどね。釣りはしますよ、多分。もう、立たれへんようになっても行くかもしれへん。やれる釣りね。その引き際の引くポイントで引くところはどっから引くんですか？いや、なんかね、まあおかげさんで、例えばいろいろお付き合いが古いメーカーさんもあるじゃないですか、僕自身が。ね。で、そういうとこもこう、あんまり年寄りで偉そうに見えるのも恥ずかしいやん。それはね。なんか嫌やん。それは。木だけ使われて。それは。なんかそういう感じの人何人も見てきてるし、まあまああるやん。あるから。ああいうのもちょっと嫌やなと思って、なんかこう、何したらええかなと思って、今模索し始めてるんですよ。なるほどね。ずっとでもそれは僕近くにおるから、武田さんはずっとそれは考えてると思う。そうですね、50過ぎたぐらいからね。今すぐに話じゃなくて、まあ。もうだいぶ前からそれはね。これでも早押しとかね、もうすぐまた60とかなってもどうしようかなみたいなね。60になったら65になるよ。65になったら70や。てか、僕今いてるかいてないか分からへんけど。55過ぎてるでしょ。55過ぎてなんか感じました？いやいや、もう一気に。僕これはご覧いただいてる方多分すごい若い高校生もいれば、僕ぐらいの世代、僕より先輩の方もたくさん見ていただいてるんですけど、もう僕個人としてはですよ。僕が今までどうしてきたかを知ってる人はほんまに数少ないけど、言うたら、やりたいことは割とやってきたんですよ。だからもう50になったらね、もうほんまね、なった瞬間ですよ。今のY師匠じゃないけど。あと死ぬだけやなと思ったんですよ。じゃあ、今の Y 師匠じゃないけど。いやいや、ほんまに。でも確かにそういうとこある。これね、気ぃつけてくださいよ。今30代、40代の人。30代みじんも感じへんけど、もう45過ぎた人はね、気ぃつけてください。もう50になったらね、俺もう死ぬなって思うんですよ。そうやね。だってもう圧倒的にどう考えても3分の2ぐらい過ぎてるわけやん。そうなんよ。それはほんま肌で感じてて、今から僕の10年間、どういう自分の釣りをしていったらいいかって、常々考えるもんね。僕らのちょっと先輩はね、やっぱりそうなってたですよ。やっぱり磯歩きやめて船乗る人。ね。どっか移住する人。で僕も延々移住先探しながら、今も熊本に2拠点やってますけど、それはどうなることかやけど、何が自分にとってええかみたいなことはね、渋く行きたいです、ようやく。50過ぎてね。だいぶもうでも武田さん見えてきてるもんね。見えてきてますね。でも、チャレンジっちゃチャレンジやけど。ただこれだけは言うときますけど、もう50過ぎて皆さん、全く真新しいことやめた方がいいです。できへんと思う。これね、すごい、もうほんま今の言葉切実に僕も感じんねんけど、新しいこと始めるっていうのは、ものすごい勇気がやっぱりいるね。勇気しかないですね。2拠点やんのももう勇気しかない。武田さんの話はアンパンマン並みに愛と勇気しかないです。武田さんのレベルではないけど、僕もこの間初めてタコ。タコ。ついにタコ。そう、Y師匠タコを解禁されまして。タコを50にして初めて、こうやってみた。タコ取りね。タコ。これなかなか始めるまでは勇気いったんですけど、こういう世界がやっぱあるんやっていう。そうですね。もう世界、イカもそうやけどね。で、ちょっと考えた。これ、僕がこの年で、喜んで、うらタコ釣ったみたいな。うらってやったら、どうなんのかな。いや、でも、そういう人多いよ。とか考えながらやってしまうね。やってないのタコ子供の時とか。そうやね。そういう。今はだいぶ釣り方あるけど。ね。だからすごい、この年になって新しいこと始めるっていうのは、そういう難しさっていうか、そういうやり方間違えたら、すごいかっこ悪い。いや、それ言い出したらね、
きりないよ。きりない。うん。だからまあ武田さん言うように今までのやってきた中で、こう初めて見えてくる何かが新しいこと始めるよりも、何かあるベースの上から。それは絶対そう。なんかね。絶対そうですよ。言うときますよ。そんな少ない退職金目指してね、定年してからいきなり蕎麦屋とかでも絶対やめといた方がいい。絶対やめといた方がいい。なるほど。分かれへんやん、そんなん。分かれへん。そういう人に限ってめちゃめちゃ無駄にお金かけて建物作ったりするやん。それも大失敗ですからね。そういうことやね。はい。だから自分ができそうなこと、ずーっとやっぱり興味のあることみたいな。で、その中でも、まあ、次タコの話出たけど、これゴーフィッシュはもちろんそうなんですけど、僕はもともとやっぱり海外の釣りみたいな憧れがあって、で、そっから波及して日本のルアーの釣りになったのが好きやから、別に、今日はカレー釣り行こう。もう釣れんのやったらゴン釣りでもええわ。みたいなことにはならへんわけですよ。なるほどね。はい。そう、トロ箱いっぱいイカ釣ろうとかとも思えへんし、タコ引っ掛けようとも思えへんし、タチウオ50匹釣ろうとも思えへんし、しんどいことしてしんどい魚釣ろうともあんまり思ってないですよ。やっぱりその優雅さというかね、そういうのがあって、どうせやんねやったら同じように直立でタイ釣るとかね、の方が味わい感じるな。わかる？わかる。だからそれはもうね、小舟乗ってキス釣るとか。そこに至るまでの、やっぱりほら、あるやん。あれもやって、これもやった中で、やっぱり俺はこうやったみたいな。それが見つかったら、ほんまもやと思う。まあ確かにね。今、武田さんみたいに、はっきり言える人って、多分あんまりいてないと思う。僕割と単純明快、僕昔から言ってるんですけど、大きい魚苦手なんですよ。で、それは、昔テレビで、カジキ釣ってるのを見て、もう釣ってなんか背びれとかボロボロになるんですよね。あれ見てかわいそうやな思ったりとか。あとすごい子供の時に淡路島で釣りしてる夢見たんですけど、それがね、淡路島のこうね、奥まったこう堤防の一番奥に僕がおるんですよ。その子供の僕が。で、ふわーなんか何かを投げてるんやけど、かかんねん、魚。それね、すごいですよ。もうね、なんやろ。体長10メーターぐらいのシャチなんや。それがかかんの。それが、こともあろうか、釣り上げてまうんですよ、この。陸に上げちゃう。陸に。そんな夢見てから、それは面白い。めちゃめちゃトラウマあって、実は。怖ー思って。すごいでしょ。子供が見る夢としてはなかなか、10メーターのシャチを淡路島の港の奥で釣り上げるっていう、もう周りの大人とか、どないしたんとかなってるんですよ。いや、言うて。で、目開いたんですけどね。その夢全然忘れないですよ。それを56になってまだ忘れ忘れ。それ小学校ね、5、6年ぐらいの時かな。それ、なんでそういう夢みたいな。いや。分かれへんでしょ。分かれへんね。多分ね、まあ想像するとね、その直前にね、僕ね、あれ5年生かな。生まれて初めてね、須磨の海釣り公園でね、電車乗って、半夜行ったんですけど、電球機で、生まれて初めてでかい海タナゴ釣ったんですけど、海タナゴでみんな釣ったことあります？めちゃめちゃ行くんよ。ルアーやる人あんまりこう、知らんのじゃん。めちゃめちゃ行くんよ。まあね。こっちらアジぐらいや思ってるやん。思ってる。その大して子供やから何も釣ってへんから。めちゃめちゃ引いてね、もうびっくりしたのがあって、まあそういう思い出からかどうかわかんないですけど、まあそういうのがまあでもそれ、なんか、武田さんからそんな話出てきたら、もうみんな多分、いろんなこと思わはると思う。いや、夢怖いよ。まあそれがそれもしょうもない理由やけど。で、その後、大人になってからは、海へ釣りに行くようになって、まあ最初はスズキからやったけど、港湾で釣ってるスズキってバレへんやん。まあバレてもルアーが外れるだけやんか。で、磯行き出したら、根ずれとか、なんかようわからんのに切れたりとか。やられますね。当時としてはまあごく稀な青門がかかったりとか。で、青門かどうかも本人は分かれへんわけですよ。で、僕は、かかって、じーって糸が出て、
魚見えへんのに切れるのめちゃめちゃ嫌なんですよ。だって何の得もないやん。糸結び直さなあかんし、ルアーなくなるし、なんや分かれへんし。ある程度跳ねて、うわ、これスズキや90センチぐらいあるわ。で、だいぶ見てからバーンって外れたら、ええんですよ。それは。それね。すごいね。そこ武田さんでもすごい現実的。だから、わけわからん、そんな、ジグ沈めてめっちゃでかい魚かけて何やってんやろうとか、それね。なんか投げてても、ドーン、ジジ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 、バツッみたいなのは、めちゃめちゃ嫌なんですよ。そういうこともあって、さっきお昼食べながらちょっと話したけど、結局はまあ海に関しては僕ら二人とも鈴木平鈴木はまあ市場やっぱり、それはなぜか、そう、これ前も話したかもしれへんけど、もう想定内やから。そうやね。はい。大きい言うても、大きい言うても姿見えへんことないから。ない。で、わかるしね。わかる。わかる。ここにそんなんおるわけないもん。わかる。おったとしてもよ。わかるやん。おったとしても。おったとしても大体わかるからね。そうなんです。だからそういうのもあって、なんかこう、想定内で遊べるのがやっぱ好きなんですよ。そう。ね。これ後で時間またね、後の方で言いますけど、僕は西表島から帰ってきたとこで、まあ今回も楽しかったですけど、まあそれも同じことで、ちゃんとこう制限があるんですよ。だから釣りに対して。例えばトレバリーでも、もう10キロ以上は、ここはまあおらん。霞で言えば、霞足ってあんま起きなれへんから、4キロ、3キロ、2キロ、まあそれ以下ってなるんですけど、ローニアジはたまに回遊してるけど、仮に15キロのローニアジが来たとしても、取れるとこ、わかります？いわゆるシャーローフラットね、延々。そういうとこでわざわざやるわけです。それはなぜかというと、切られたない。魚に悪い。だから、まあ、この辺なかなかハイセンスなんですけど、そう何でもかんでもあそこでかいのおるで言うて、嫌だらけのとこ行ってもしゃあないじゃないですか。そうやね。それを力でねじ伏せようなんて、そんなもう愚かなことを考えちゃダメですよ。でも、一時で、そういう流れってありましたやん。あった。タックルごつして、特に今も続いてるけど。大阪湾もそうやし、和歌山もそうそう、今も続いてますわ。今ほら、幸い青門が来てて、青門釣るのに、えっていうぐらいヘビーなタックルでね、やってたりとか、まあ、ほんまに釣り方もう、そのね、こだわりあんやったらいいんやけど、こだわりなく、ただ単に自分の釣りをしにくしてるような道具を選んではる人とかね。そうなんですよ。そうなんよね。これ皆さん言うときますよ。ほんまに大門が来て大変になったら、竿じゃなくて直接糸引っ張ったら、はよ寄ってくるから。まあ、そんなん分かってることや。やったらもう切れへんから。切れへんからね。分かってることや。それは分かってる。分かってる。頼むわいう話も。分かってる。ちょっともうそこはもう人間の遊びやから。今だから P ラインが出てから、そういうこう、ところっていうのは自分で考える必要が出てきたね。はい。昔ナイロンのね、10人ポンドで。そう、もうどうしようもなかった。磯行って、青もかかったら、もうどうしようもなかった。はい。時代が。でも今はもう。かわす言うて、かわせてない。かわせてない。かわせてない。ね。で、必死こいて頑張ってね。65センチだね。あ、そう。もう65センチのメジャーが必死こいでもそのために20ポンドのナイロン巻いたりしとったからね。で、またこう20ポンドのナイロン巻いたら、もう糸も、もう、投げても飛ばへんし。そう。何やってるか分からへん。そうだ、あんまり青も長いこと俺はやってんねんみたいな人は、まああんまりええかな。鈴木やってる人は偉いな。と勝手に思ってますけど。そうやね。ただ、これからは、青もも鈴木になりうる可能性はある。そう。これはね、Y氏はやっぱりずっと言ってくれて、大阪湾を例にとれば、僕らまあずっと見てますけど、もう一時の鈴木釣りに似た状況にはなってるんです。どういうことかっていうと、いてる。いてる前提でね。昔は、いてる確率が、まあ、例えば 2%、5%。そうやね。ね。最大でも 50%。やったけど、もう今基本的に 50% ぐらいあるんちゃう、どこでも。いてるね。もう予想外の、っていうところでもいてるから。奥とかね。奥とかでもいてる。で、鈴木と一緒。そうやね。もうみんな、実績あるところで並んでっつって、昔の鈴木も一緒ですよ。朝真面目にそこでやるっていう。でも、そういう感じやね。昔の鈴木もそれが嫌で、ポイント探しましたよ、みんな。釣れるパターン、釣れる潮、釣れる釣り方、
ね。それと今はもう比較的似てるかもしれない。あ、似てきたというか、ね、似てきた。だから、これも変わり目ないな。そうやね。今みたいにもう一辺倒でやる人らもおるやろうけど、もう一歩進んでる人らっていうのはちゃんとゲームっていうか釣りを組み立ててるもん。そうですね。ええこと言うな。それで狙って釣る。はいはい。狙って釣るって、言い方が偉そうやけど。いやいや、そうですよ。だから、組み立てんとね、青物釣りしてしもたら、これ僕の周りみんなそうですけど、ハマチいっぱい釣ってやめるんですよ。そう。最後。そう。思んないな。もう釣るだけやったらほんまにね、面白ない。鈴木もだから同じですやん。いっぱい釣ったって面白ないんですやん。一緒ね。やっぱり狙い通り鈴木釣るから。鈴木問題もどうよ、もう今みんなワームで釣るんや。それね。もう、どうしよう。もうだから、どうしたらいいねん。接点を持たないっていうことどうですか？いや、それでいいと思います。ね。はい。勝手にやっといてくださいっていう。そう、さっきお昼ちょっと一緒に食べてるけど、なんか SNS の拡散方法みたいな話をちょっとしたんですけど、僕話聞いてて、いや、いいんですけど、その無意味に知り合い増えても、ええ人と、うちなんかは、もうあんま変なん困るやん。あんま勘違いされても。なんかそういうのもあったり。そうやね。だけど、その話の中で言ってたけど、結局 SNS もこういうふうなほらみんながやる時代、誰でもできる時代やからこそ昔と一緒ちゃうのっていう話。いやほんまそうや。最終的に SNS やってて、昔だったら100人おったら2人しかやってなかった。じゃあそこでこう情報発信できました。でも今もう誰もがやってる時代やから、昔と変わりませんよ。みんなやってんねんから。比較対象がほら。いや本当そう。僕はもうその2000年になってからね、インターネットはどんどん解禁されてね、これあかんと思って、それまでやってた仕事もこれ無理やなみたいなのもあったわけですよ。音楽にしてもね。でも言う通りで、僕これでも言うてるんですけど、インターネットってね、多分スマホ1個持ってたとしても、これあってもなくても実はあんまり変われへんですよ。さあ暇の時動画見るとかね、そんなんあるで。けど、なんか日常生活、僕らって固定電話世代やん、子供の時。でなんか不便あったかって言われたら別にそんななかったんですよ。不便ありましたよ、でも。ある？家電話した時にさ、ねえ、なんかお母ちゃん出てきて、ねえ、私、吉田、和一緒ですけど、みたいなこと言わなきません。いや、そりゃそうや。だって、そこがもうまずコミュニケーションの第一歩でしょ？そっから悪く思われんように、ちょっと頑張ったりとか。でもさ、なんか今もう、忙しになってしもったんや。だって、俺ら子供の時は、昨日電話したのにって言われたら、もう次の日だし、明日でええやんとか、先週電話したのにとか、なんか、そういうので、結局でも、だからそれでも言うてるのは一緒。全員一緒やったらそうやねん。そうやね。惑わされてるとこあるよな。惑わされすぎてるとこあるん違う？なあ。なんか、ネットのね、今潮位とか天気とかみんなめっちゃ見るやつ僕らもそうやけど、ワイショのが平続き、いまだにヤンボー、マーボー、天気予報とかね。NHK。それぐらいで、電話で聞いたりとかね。そう。ピンポンパンポンってね。いや、それでよかったり実際してまうからね。今も、でもそれで変わらへんねん。せやろ。変わらへんねん。でも何が大事かというと、そういうことをしてなかったら、今もそれで得てしまってるから、分からへんのよ。本質が。そうやね。これが一番の問題。そうやね。すごい試行錯誤した中で SNS で何か見つけたんやったらいいよ。で天気予報があって、僕なんかもう今見たら逆に天気予報もう調べてやってしまうと、釣り行かへん。逆にね。逆に、今日条件ええな。ちょっと行ってみようか。もう条件悪い。ほなもうやめとこうってなりますやん。でも知らんかったら行くでしょ。行く。ワクワクあるでしょ。あんまり昔話するのそんな好きやないけど、でも、急いってね、2時間待ったら波出てきたとかね。ああいうのよかったな、今思ったら。そう。で、行ってもね、携帯ではないじゃないですか。誰と喋るわけでもなく。誰と会うわけでもなく。一人静かに。一人静かに。NHK のラジオ聞いて。そうそう。そういうのは、なんか、人間にはほんまええんちゃうのとかね。
思ったりしてまうんですけど、ね、そうやね。だからそれを選べるのも自分やし。まあそうですね。それ貪欲にこう見に行ってね、貪欲に調べ上げるのも自分次第やし。まあまあまあ。だから結局ね、どっちでもいいんちゃう。なるほど。結論。まあまあそうですね。自分がどうするか。まあまあまあ、そう言うたらそうよ。だからそれ余計難しい。だから難しいかな。はい、まあ皆さんそういうわけで、もうほら、すっかり25分も喋ってしまいました。というわけで今日のメインテーマなんですが、はい10フィートのロッド、いよいよ出ましたでもういいかな、ご説明していきます。皆さんじっくり聞いてください。10フィート5機種一気に発売。まずは、私が最もテストしてくれたその1。ゴーフィッシュザ・スポットキング 10S スタンダード。はい。スタンダードとブラウンがあるんですが、もうこれ色だけです。まあちょっと違いがあるんで説明しますけどね。まずこれ 10S どうでした？僕？はい。最高ですね。ありがとうございます。最高の鈴木調子。鈴木調子。それも、僕らの釣りっていうか、昔からやってる14センチの実を投げたり。はい。ね。はい。あと、そうね、トップオード。はい。リップルポッパーとか、ゆっくり引いてみたり、はい、こう糸の重み、感じながら、はい、そうです、そうです。味わい深い釣りができる。なんかまあ、10S、10フィートのスピニングという意味なんですが、PE1.5 から2号、ルアー20から40グラムと、まあ、明記してます。まあ、僕なんかの場合はほとんど、こういう竿でスズキを釣るときはもう 1.5 号。ヒラスズキに関しては2号、もしくは 1.5 号。もうそれぐらい。リーダー30ポンド。これはもうかなりの年月。もうそのまんまです。なぜかというと、使うルアーも決まってるから。今言いましたけど、14センチ前後、12から15センチぐらいのミノ、もしくはトップウォーターを使う、まあ、竿。で、基本的にはややレギュラー気味な調子です。鈴木調子と僕らまあ呼んでますけど、竿に関しては、非常にこれ実は、どっから説明していいかわかんないですけど、シーバスロットと名がついた、初めて名がついた頃、ちょうど僕らは若かりし時だったんで、いろんなシーバスロットが出たんで、最初に出たシーバスロットっていうのは、いわゆる今でいうスターフ系のシーバスロット。これが一番最初だったんですよ。そうでしょ？で、そのまま実は続いてたんですよ。で、平鈴木は13フィート。丸鈴木は経緯があって、まあ、結局のところ11フィートに落ち着いたんですけど、10フィートか11フィートみたいなところ。で、それでずっと来てた。で、空前のシーバスブームがその後ありまして、もう20年ぐらい経ってますけど、いろいろ細分化して、よりまあ軽く感度を上げ、肉薄で細い糸を使うっていうシーバスロットも今も売ってますけど、が出たり、で、相反して、エギなんかが人気になってきたんで、エギングロット。これはもうなんか重いものをただ投げるっていう竿なんですけど。で、そういうのがまあ主流になって、だんだんその僕らが思ってる鈴木竿、シーバスロットっていうのは、ちょっとまあ一時影を潜めたんですが、ここまあ10年経ってんのかな？経ってないんかな？まあ、青物が定着して釣れるようになって各地で。で、今度またシーバスロットはいわゆるサーフ系シーバスロットと言われるようになって、ちょっとごつく、いわゆる青物もやれますよっていうシーバスロットみたいなのが、まあ今ちょっと主流みたいになりかけてるんですよ。で、どういうことかというと、純粋なシーバスロットって極めて多分少ないです、今は。牽引してるメーカーさんもほとんどないし、大手さんみたいにもう全部やりますよっていうとことはまた違ってて、ごく多分一部なんですよ。で、ごく一部の中でも、ゴーフィッシュが出してるシーバスロットっていうのは、僕らは本当に、まあその名の通りスタンダードやと思ってますから、その僕らがやんないような、例えば P0.6 号を巻いて、ジグヘッドにワームつけて鈴木釣るとか、
そうね。なんかすごい鉄の塊投げて、はるか先で魚をかけるとか、そういうことは想定してません、1ミリも。はい。まあ、昔から竿はちょっと柔らかめ、糸は割と太め、リールはトップクラスよりちょっと下ぐらい。まあ、これが割とスタイル的にずっとまあやってるんですけど、はい。まあ、それの最新モデルということなんで、ぜひ、これが基本なんやなっていう解釈で皆さん、そういうふうに考えてほしい、認識していただいたらいいと思います。ちなみにバイブレーションめっちゃみんな使う人多いでしょ。多いです。これ全然ブルブルあんまり来ないですよ。来ないです。鈍感。はい。もうそれはもう敏感な竿を使ってください。はい。ブルブルしたから魚が釣れるわけじゃない。ブルブルの感覚を、もうそれがないとあかん人はなかなかね、抜け出されへんから。ブルブルは分かりませんけど、潮の重さは非常によく分かります。そうやね。そういうそうです。魚がルアー吸い込んだ時の感度っていうか、その時の、こう、あるんですよ。ありますよね。飛んでくる。あれが最大限に味わえる調子。味わえるとかね、嫌じゃないんです。気持ちいい。こんな言い方したらあれけど、嫌な竿あるんですよ、魚来て。ちょっとひったくられる。びっくりしすぎたり。そういうのある。ああいうのじゃない、スコンってね。そうなんです。で、最大の特徴は、まあ使いやすいことはもちろんですが、かけてから竿の曲がりも見てください。非常にここに一番時間をかけましたんで、バランスよく扱っていただけるんじゃないであろうかという10フィート。で、10フィートにした経緯は、10フィートと11フィート、これ前も僕言ったことあるんですけど、昔はね、全然違う竿に仕上がってたんですよ。なるほどね。CM なんかね。もうそう。10フィートになると急に棒みたいで、11フィートになるとタワームみたいなのがあって、で、もう好みもあったんですけど、まあ、11フィートに、落ち着いていった。これもまあ経緯があって話すと長いんですけど、11フィート、2ピースはもう、2ピースの一番長尺は11フィートが使いやすいみたいなことで、11フィートになった経緯があったんですけど、まあ、たまたまながら11フィートでいい竿がいっぱい出ましたね、昔。で、定着したっていうのもあって。で、僕はその L シリーズと同様、もうちょっと短くして同じ機能を持たせたいっていうのがずっとあったので、で、10フィートでいっぱい試作を作って、Y賞他、何人かの方とちまちまテストをしながら、やってまして、やっぱりまあ竿の進化はあります。こういう調子でって言えば10フィートでもやっぱり作れました。はい。もちろん多分ね、11フィートに比べればたわみは少ないし、その分もちろん軽いですからね。はい。それはナイロンラインから P ラインに完全に変わったってことも含めて、もうこの10フィートを基軸にしていこうと思って作りましたので、皆さんぜひよろしくお願いします。そして、同じく、ベイトモデル、スタンダード。もうスタンダードのね、ブランクの色も黒やけど、このスレッドの色とか見てほしいな。わかるかな？わかると思うけどな、これね。こんなん絶対せえへんよ。なかなか言うときますけど。ベート。これベートも武田さん真骨頂です。アブをつけて、僕は平鈴木用に使いますし、ベートばっかり使ってる皆さんも 11B もそうでしたけど、たくさん鈴木も釣っていただいてますんでね、ぜひ使ってください。非常にこれも10フィートになって使いやすいです。ピンスポットにがっちり入りますんで。調子はもちろん、先ほどのスピニングよりはまだいわゆるレギュラー、もうベートロッドらしいアクションに仕上がってますんで、ムチッと曲がって魚がすぐ寄ってきますんで。ぜひですね。こっちの場合は、P5 から6、ルアー20から40って書いてあるんですけど、これは説明書にも書いてますけど、はい、信じる人はいないと思うんですけど、破断強度ではないので、はい、僕がたまたま太い糸をベートリールの場合は使うので、そういう表記にしてますから、ぜひですね。なんか最近になってようやくカルカッタなんかも深溝のやつが出たみたいな話があって、ベート好きの方ね、難しいんですよ。すごいね、器用な人はね、2号とかでやるんですけど、僕も嫌なんですよ、バックラッシュした時が。あんま細いとベートでなと思って。基本、寺田さんはこの竿に僕はアブの6000番に P5 号、もしくは6号ぐらい。ちょっと細いタコ糸みたいな。リーダーはリーダー50ポンド。それフロロで。フロロで50ポンド。で、平続きをやります。はい。何の問題もないです。
ぜひ。まあ、ベイトマンもおかげさまでね、ここどうやろう、僕、スポーツ&フィッシングに初めて平鈴木ベイトタックルでっていう記事を、ポッパーでね、あれ載してからね、多分ちょうど20年目ぐらいなんですよ。早くも。あ、そうなんや。はい。まだでも、いや、そんなもんですよ。うん、多分36、20、もうちょい前かな。もっと前のような気がする。34ぐらいかな。まあまあですけど、20年か20年ちょっとぐらい経ってて、で、もう当たり前の皆さんもいるし、いわゆる若い人たちやフォロワーの皆さんもやっぱりいてくれるし、なので、僕のベイトロットの扱い方に関しては、いわゆる、まあ、大手さんが一時ずっとやってるそのスピニングリールみたいに使うベイトタックルとかね。今なんかどっちかって言ったらそうベイトフィニスとか言ってますよ。何やねんと思うんだけどね。意味あんのかなと思って。まあだからね、どうなるの？もう僕片手で思いっきり投げるの見てるの嫌なんですよ。はい。まさかり投法みたいなね。そうやね。ああいうんじゃない。もうちょっと優雅にやってほしい。たまに手を添えて使ってください。ね。わかる。はい。なんかさ、ほんま最新のさ、ベイトリールで、わやーんとか言って、そうそう。このね、武田さんがやってる姿なんか想像できへんもんね。ねえ。かっこいいと思わへんから。何やろうな。ええことないねんけどな、そんな早巻いたりしても。スリングリールでと思うんですけど、ね。そこでもさ、すごい、今の、その、武田さんはあんま言えへんけど、その、ギア比の低いベイトリール使って、平鈴木をトップウォーターで釣るっていうことは、みんなカッコだけっていう人も思ってるかもしれんけど、めちゃくちゃ実は理にかなってるのよ。そうですよ。そうですよ。そうやね。そういうことは、やっぱりそういうことを言わなあかんのかな。っていうね。なんでその、わざわざね、早巻きのリールじゃないのか。なんでそういうリール使ってるのか。なんでベイトタックルでそういうトップウォーター、昔だったらチャグバグ、なんでチャグバグ使うとったのかってちょっとみんな掘り下げてほしい部分あるね、僕は。あ、そうですか。これまたじゃあ秋にやりますかね。これは僕ずっと平杉やってるから分かんないけど、すごい理にかなってる釣り方なんよ。しかも楽しい。楽しい。そう。あとはそれをやるかやれんかは本人の好みの問題。ただそこの部分分かってたら、そうなんです。すごい楽しいし、ね、釣れる気しかせえへんでしょ。いや、そうです。いや、僕ね、自分の平鈴木釣る、スタイルね、に関しては、一時その、大手さんがいっぱいやってきて、もうなんやねん、潰さんといてくれや、と思ったけど、すごい嬉しかったのは、アブ自体に愛着がある人がやっぱりいるし、一定数。で、やっぱりそういう釣りをしようという人がやっぱり一定数いてくれて、そこが世代を超えてずっとこうやっぱり続いてくれてるから、僕の話も多分分かる人にはよう分かるんですよ。だからこう、ちょっと安心してるというか、目血走って「武田さんなんで軽かったら使わないですか?」みたいな人はあんまいないですよ。そうやね。いや、使うたらええんちゃん、ワンシーズン使うてまた2万円払ってオーバーホールしてまたやったらええんちゃうみたいな感じあるけど、そんなキャーって早巻いて、確かにね、早巻いて藤壺から藤壺に巻かれず回収できた例は多々あるんですけど、そこじゃないから、ね、そこじゃないんですよ。そこじゃないからそういうことじゃないんですよ。で、ルアー早巻いて釣りたいんやったら絶対スピニングリールでやった方がいい。そこはだから武田さん使い分けるもんね。はい、もちろん使い分けますよ。もうこれ一から多分言わなあかん時があるんですよ。もう多分そういう今は多分一から言わなあかん時代かもしれん。秋にじゃあじっくりやります。じっくり。はい。その時僕も動画撮ってますから。お願いします。荒れてる時に使うんですよ、ベイトタックルは。これも言うとかなあかんね。なんか今日は風ないしのんびりしてていいですね、武田さん。ベイトで見たい人おるけど。いや、その時はスピニングリールだ。いろいろできるから。そうやね。はい。もう勘弁してほしい。こんなとこから言うていかなあかんみたいなことが。だからもうほんま基本的にそういうことやと思う。何言うてるかわからんという人がいれば、また秋頃、実調を交えて、ワイシュと2人でのんびり、秋の一番いい時の平鈴木ね、大阪でやるのか熊本でやるのかわかんないですが、やりたいなと。やりたいね。はい。10S、10B スタンダード。はい。もうこれが基本です。皆さん。ぜひご注文ください。そして、同じく 10S、10B のブラウン。はい。これはもうブライトリバーさんいつもの GP グラスでもやってもらいましたけど、手書きのロゴとこの超めんどくさいスレッドを巻いていただいてまして、カラーは
ブラウン。はい。かっこいい。まあね、かっこいいでしょう。基本的には、あっちの。はい。スタンダードのかっこよさをぜひ分かっていただきたいんですが、やっぱりこだわりの強い方はやっぱりブラウンもあるんですね。クラシックタイプの、まあ、塗装、飾りになってます。で、これ違いが実はあって、後で紹介しますけど、テイクバッカー、それから今ご紹介したスタンダード、ベートスピンね。この3つはダブルラッピングなんですよ。でこれ分かりにくいんですよ。このね、見てもらったらこれ一見シングルラップにしか見えないんですよ。ダブルラップで普通こうダーって先に巻いてからガイドつけてるでしょ。これはガイドの足の部分だけダブルラップにしてます。なるほど。はい。で、ブラウンに関しては、まあ、このデザインの特性上、シングルラッピングですので、違いはこれだけ。はい。まあ、強い弱いはそんなんないですから。はい。ぜひ。ブラウンはもうほぼ完売に近いですね。すごいな。スタンダードタイプは割とたくさん作ったのもあるんですけど、以上4アイテムが鈴木用の竿ね。鈴木をね。はい。鈴木、平鈴木、兼用で、まあ、使ってください。まあ、サーフとかね、大きい川とか、磯はもちろんですけど。テトラもね。はい。どこでも、まあ。一番、まあ、僕らメインで使うシーバスロットやと思ってください。長さもないとこがええやろ。そうやね。続きましては9フィート。続きましては 8.7 言い方よ。そして 11.6 フィート。言い方よ。言えへん。昔からあれ思うね。全部使ってないやろって。そうやね。思うんですよ。まあ、心のこもってない。なんかね。2種類ぐらいで。さあ、そして皆さんお待たせしました。はい。ザ・テイクバッカー 10S。来ました。このグレーのブランク。そしてさっきのスタンダードと同じこの色のスレッドね。これはもう Y 師匠にも語ってもらわなきゃいけませんけど。もうテスト本当ありがとうございました。もう大阪中のブリをやらせてもらいました。いろんなね、足場、いろんな釣り方、いろんなこうシチュエーションで投げっていうか魚釣っていきましたけど、大阪湾でまあブリ90センチ7キロとか釣ってたね。そういう系の魚、そのぐらいの魚までを視野に入れて選んでいくときにこの竿っていうのはもうドハマりっていうか、ちょうど使うルアーもそうですし、ロッドのパワーもまあもうちょっと強くいけるとは思うけど、安心感持ってやり取りできる。そうですね。青門メインで鈴木も大きい鈴木もやるっていうんならテイクバッカー使っていただければいいと思います。鈴木だけにはもちろんオーバーパーなんですよ。まあ、さっきのスタンダード、ブラウンが P1.5 から2号、こっちは2号から3号。ルアーも、ちょっと重く、20から50グラムまで。実際はもっといけますよ、もちろん。一応表記としてはそうなってます。はい。まあ、ある種万能。ちょうどまあ、タコルハウスのルアーでいうと、あれだな、K 点、K2F。K2F から162、142、162。142、162。ポッパー類。その辺、あとフィードポッパーの135。135来た。この辺がベストマッチ。ちょうどマッチ。ちょうど青物にはいいですね。無理すれば175のフィードポッパーとかも。はい。フルキャスト。はいはい。もう何グラムある？65グラム。ありますね。あります、あります。これちょっと経緯をね、改めて言うときますと、いわゆる昭和青物というのが、大きい層からスタートして、で、一部メーカーさんから、まあ、非常にとんがった竿がどんどん出だしたんですけど、だんだんそれがこうライト化してきて、いわゆる港湾の青物。これがまあ主流にどんどんなってきたんですけど、これ全然魚も違えば釣り方も違うんで、とはいえ竿だけが青物ロッドということで今もまあ多数売ってますけど、基準が実はないんですよ。で、僕らは昔から東鈴木の合間に青物釣りに行くとか磯場でね、いろいろまあ南下したり北上したりいろいろやりましたけど、まあもちろん大阪湾で今そうですけど、港湾部はもちろん堤防とか、そういうとこが主体になって、で僕らの釣りは何が違うかっていうと、シーバス用のルアーを割と多用するんです。
特に経典系うん、は非常に丈夫でよくできてるし、よく飛ぶっていうのもあったり、コンタクト系もそうなんですけど、非常に青物でありながら使いやすかったり、シーバス用でありながらちょっと大きめであったりっていう一番僕らにとってはいいとこがあって、それはちょうど僕らの釣りやすい60センチから70センチ、もしくはそれ以上ありますけど、目白なんかには非常に有効。これ、竿自体の強さ、弱さもそうなんですけど、使う糸がね、たとえ磯場でも、もう3号、下手したら 2.5 号、もういいんです、十分で。それ以上はね、よっぽど、で、もう4号、5号なんて言うとね、もうね、竿が変わってくる。ガチですね。そうなんです。そこまで行くと。何釣るのってもいうう前に、生え根が30メートルで。もうそう。もうその先で上げなあかんとか、ね。ここ引っ張り抜かなあかんとかね。そういう世界になってくる。そう。そんなね、スリットの溝で魚釣ってるわけない。そっから絶対出せへんとかね。だから、十分魚はブリクラスまでなら弱りますんで。なので、ライト、青物と、一応そういうカテゴリーにはしてるんですけど、僕らが使う青物ロットです。はい。すごい、武田さんの言う通りで、シーバス用のルアー、特にそういう14センチとか、ウェイトで言うと30グラムぐらいかな。30グラムから40グラム。重たくて50ぐらいかな。そのぐらいのルアーって、いろんな種類があるんですよ。一番ね。一番。だから、いろんな釣り方が試せる。いろんな状況でいろんな釣り方ができる。僕らなりには割とこう見えて苦労してて、もう書は青物って一時何年か前になった頃は、もう嘘やろっていう状況に一回なったわけですよ。簡単に言うと、もうオーバースペック、皆さん。もう魚かわいそうやん、もう顎外れんでっていうね。ぐらい。特にね、だから磯はね。磯からスタートしてるから、だから正直後半青物っていうカテゴリーで真剣にやって何がいいのかっていうところまで掘り下げたロットって昔なかったからね。ないね。ない。シーバスロットの強いのでええんちゃうかとか、そういう感じ。があるし、で今度コアにそれがだんだんなってきましたと。なってきた。これはもうこんな人いてないと思うんですけど、俺はあえて 1.5 号でやんねんとか、俺はもう1号でやんねんとか、そこのこだわりは言うときます。いりませんから。もう周りに迷惑がかかる。そうやね。これ僕なんかは、これ今ね、使って公安でやるときも、普通に P3 個使うねん。っていうのはガチャガチャせえ。釣りがシンプルにできる。投げて巻いてをずっとね。投げて骨もラインのこともそれほど頭の中入れやんでいい。だから釣りと向き合いやすい。安心感が。これ 1.5 号でテトラでね、かかったらどうしようとか、そういうのがないから。そういう心配なしで魚釣りができる。そうよね。すごい、やっぱり道具立てっていうのは大事。そういう意味でも。覚えててください。P1.5 号、これ鈴木釣りには、綺麗な大丈夫やけど。ただ、青物がガチャガチャしたらテトラギは、急ぎは波立ってる、風が強いなんて時は、やっぱり青物には青物用のタックルがあって、2号から3号と書いてますけど、2号はね、平鈴木と兼用でと思ってもらえばいいんですよ。僕の意見で言うと。で、2.5 号で3号があるでしょ。2.5 号と3号の糸ってこれまた全然違うんですよ。全然違うね。ルアーの扱い方が感が変わってくるから、慣れない人は 2.5 号で始めてもらったらいいし、Y 賞みたいにもうどんどこ行って慣れてきた安心感があれば3号で全部使うっていう、要はそういうなんていうか自分のペースが出来上がれば、これに越したことはないので、そうね。簡単に言えば、平鈴木もやるなら2号、青門ガチで行くならもう3号巻いたリール6000番かな、今言えば。ぐらいが。これリールもなかなかね、リールの話まで行く。いやいや、ガチのなんか世界好きでしょ、大手さんって、なんか。ロマンを求めるから。ロマンがある。それが証拠にね、欲しいとこの価格帯のいいサイズのリールって今あんまりないんですよ。この間の話ちょっとしたった方がいい。いや、もうしてあげてくれる。いや、これね、もう難しいんですよ、ほんまに。
ちょっともうちょっとなんかしようやとか思って。そうやね。お願いしますよ。何でもかんでもリール小さしたらエッチもやないから。ね、難しいね。ほんまに。お願いしますよ、ほんまに。選ぶ基準難しいね。はい。難しい。めちゃめちゃ難しいですよ。そこにセンスも入ってくるし。センスも入ってくるし。まあまあ一応言っておきましょうか。まあテイクバッカーには3号を2泊ぐらい負けるかなぐらい。まあでも、まあ2号でも全然いけます。いけます。2号の方が確かにいろんなルアー使いやすくはなる。急によう飛びますよ。で、2号でテイクバッカーでガチでいったらバチって切れることはないから。まずはね。だから2号でも全然勝負できます。で、この 10S の方は、これも一応シーバス用ってなるとね、もうね、これね、3000番じゃ小さいんですよ。どう考えても。微妙な。これ20年前やったら3000番で終わったけど。これね、3500な。わかる。だから今は僕はもう5000番にしました。LT5000 番。あれ見せましょうか。一応この竿は出たんで、もうリール買わんでええやろいう感じだったんですけど、一応新調したんです。ね、ちょっと迷いながら行きましたね。10S には、よいしょ。この、セルテートの5000円にしました。はい、バランスがちょうど、これ 1.5 号巻いてます。こんな感じ。公安ですし、っていうか鈴木だけ考えてる頃やったらだいぶ大きいかもしれないね。そうやね。ひょっとしたら。僕でもちょっと大きいかな。もうハンドルもこれしか今選択肢ないから。T 型のハンドル、こういうのにはついてないですよ。もうこんな感じね。まあいいですよ、程よく。大きすぎず、小さすぎずで。この5000番もなかなか今少ないんですよね。島野さんは充実してるのかな。どうやろう。で、リールのことは分かる。で、そう、リール僕ら割と疎いから。で、テイクバッカーにはこの6000番。はい。ツインパワーにしてみました。ちょっと悩んでましたね、これね。悩んでました。もう、ステラ行くかどうするかと思ったんですけど、まあ、ツインパワーにしました、僕は。はい、こんな感じ。まあ、バランスはいいと思います。バランス多分、僕もこれで見て、ツインパワー欲しくなったと思う。ちょっとそれになった。この感じ。テイクバッカーにこれ。これで、大阪は。もちろん、ちょうどガチガチ。もちろん、お財布に余裕がある方は、ぜひステラなり、お買い求めいただければいいんですけど。この大きさいいね。悪ないですね。悪ない、全然。この感じが。ツインパワーってね、僕、長いこと苦手やって。なんで？なんかね、感じなかった。昔の島野って、バイオマスターが最上級じゃなかったっけ？それもだいぶ昔ですけど。まあこれ、僕らこれ世代感があってね、そうなんですよ。かなりやっぱり島野さん、出遅れた感があったから、昔は。はい。もう今なんかまあすごいですけどね。要は質問多いですよ。武田さん、ダイヤと島野、どっちがいいんですかとか言って。答えはね、どっちもいいです。はい。なるほど。はい。機種によったり、なんかこういう小競り合いがいっぱいあるけど、どっちもありかなと思います。壊れにくさで言うと、なんか若干島田さんの方が最近あるかなっていう感じも思いますけど、まあ使い心地で言えば、僕はまあずっとダイヤのリール使ってるんで、まあそれでも今64ぐらいになってきたかな。島野が増えてきた。増えてきましたね。なんか。僕未だにちゃんと鶴屋さん行ってリール買うんで、相談しながらどんなのがええのとか、今何が売ってんのとか。はい。ステラ行きかけながらツインパワー。ステラ行きかけたんですけど、いや違うんですよ。買える買われへんの問題じゃない。そういう問題じゃない。買うたらいつでも10台ぐらいあるんですけど、なんかそこまであんまりね。それよね。でもね、僕の友達で必ずうちの竿にステラをつけてくれてる子が何人かいるんですけど、やっぱそこまで徹底してると素晴らしい。素晴らしいね。もう超かっこいいですよ。そういうこと。なんかね、ステラよりちょっとツインパワーを今回選びました。いやでも武田さんがそうやって選ぶっていうバーン置くからね。ええと思うよ。バーン置くから。そうやってこうやってくれてるっていうのは意味があるからね。まあまあまあね。
正直。ぜひ。もちろん、こんなに。これ武田さんがツインパワーやったら、ステラよう使わん。そんなことない。武田さんがツインパワーやったら僕この下ない。ストラディックで、僕はストラディックで。いや、もう、ようできてますよ。こういう感じで。皆さん、だからそうやって楽したらいいですよ。これね、なんやろ。僕らはまあずっとリール使ってるじゃないですか。もうリールの遍歴ってほんますごいな思いますよ。すごいですよ。本当にすごい。もう一回元に戻したらどう？もうそれ絶対ありだと思うね。って思うんですよ。どうですか？リール作ってる方。もっと戻してみる。戻してほしいね。はい、もうそのやりきってる場合やな。その辺もいいと思うんですよ。いいっすよ。だからね、やっぱガチでそういう魚取りに行くっていうライン。でも日本国内で釣る魚って遊びの幅広いじゃないですか。幅広い。ね、そこでほんまステラじゃなきゃって、ツインパワーじゃなきゃダメだってないでしょ。ないけど。そこは。そうやね。なんかね。だからすごい、例えばかっこいいやつ。それが難しい。かっこいいが分かってたら、こんな悩んでないから。かっこいいを作る。かっこいいを作ってほしいですね。ね。かっこいいよ。だから性能って言うんじゃなくて、かっこよさをメーカーさんがもし求めてくれたらいいんじゃないのって思ったりもするね。そうですね。まあ僕は、自分のチャンネルなんで言いたい放題言いますけど、基本的には、使用感はダヤさんのリールが好きです。で、なんか安定性は島野さんのリールが最近いいなと思ってます。ただ、島野さんのこのドラグの感じが嫌です。細かすぎて。そう。逆やわ。僕、触り心地が、ほら、音ちゃう。音が。実際どっちのドラグがいいかはまた別の話として。好みというか、まあ、賛否あって全然いいんですけど、もうね、クリック音とかね、なんか、やっぱりこう、刷り込みあるかな、ダイヤさんは。小物は大体僕、イグジストとか使いますからね。やっぱりいいですよ、それは。もちろんステラもいいですしね。なんかそういう使いやすさがあります。というわけで、竿のお話をしたところで、またこれちょうど1時間経ちまして。早いね。続きまして。何やったっけ？いっぱい話することありすぎですよ。これどう区切るかは別にして、もう話すだけ話しといたらいいと思う。ルアーの話もちょっとします。7月、末頃には、ポッパーが3種類お待たせしました。皆さん、お問い合わせ実は意外にあるんですよ。TKP115YKGP、YKGP ラトリン、それとなんとニュー 135TT の GP が出ました。片星から。出ました。今、謎の片星。これちなみに梅色っていうね、僕はコーラルで使う。115と。これぐらい大きさ違うんですけど。つれからですね。はい。これぜひ。115の話をしますと、もうこれはラトル入り、ラトルなし問わず、僕の、コーラルの釣りにはもうなくてはならない。通称 P とみんなで呼んでますけど。で、もう一つは R と呼んでる TKR。この2つでほとんど成り立つんですよ。驚くほど釣れます。いろんなもんが。すごいな。すごいな、二宮さん。と思いながら使ってます。で、135は、もちろん114に比べれば非常によく飛んでアピールも大きいんですけど、こっちは立ち浮き、こっちはちょっと斜め浮き。この差があります。これ TT っていうのは誰も言ってないけど、はい。何の役やったっけ？縦。で、YT っていうのは横。YK。横ってこと？そういう風になってます。で、こっちはどう使うかというと、割とね、ドーンみたいな使い方を僕はします。で、こっちは割と同じようですけど、もうちょっとちょこまか動かしたい。はい。ぜひ、両方持ってってください。青物やる方は。で、鈴木の問い合わせもあって、僕はIKEA鈴木ね、これ実は、二宮さんもおっしゃってますけど、スーッと巻くだけでも釣れます、シャローは。僕は夜でもジョボ、シュー、ジョボ、シューみたいな使い方をするか、ポチャンと言ってからシューッと引いてくるだけでも
ドバーンと出たりはしますんで、ぜひ根の粗いとこなんかではね、ぜひ使っていただきたいなと思ってます。これも青もんやな。青もんかな。うん。青もんとかオフショア。オフショア。うん。飛びますよ。めちゃめちゃ飛びますね。めちゃめちゃ飛びます。で、重心やっぱ後ろに行くんで、綺麗にお尻、まっすぐ飛んでくれます。肩星。肩星。はい。肩星いろいろまだまだ模索中で、ちょっとずつね、肩星カラーが、これね、100P のワークスね。これも出たし、少しずつ出てきてですんで、肩星皆さん覚えておいてください。肩星ね。はい。肩星カラー。まあ大阪湾の釣りに革命が起こる可能性は秘めてる。ベイトフィッシュかな。これでも、ね、肩星は。まあ、よう往々にしてこんなことあんねんけど、もう2年ぐらいしたら全員肩星言うてるたりするから。言うてるね。はい。多分ね。お願いしますよ、ほんまに。多分ね。はい。まあでもそれぐらい盛り上がってほしいね。盛り上がってほしい。これ何がいいかって。だから20代ぐらいの肩星カラーに詳しいやつとか出てきたらびっくりするよ。笑いましたね。何がええ言うて。のた回ってもらう。こんなんで釣れるから。175ね。はい。これもまあそのうち肩星カラーやりたいと思ってます。かっこいいの作りましょうよ。かっこいいのね。肩星。こんだけ大きかったら肩星でかけるぐらいでかい。でかい。肩星で何がいいって、これにも迷うことなくズドンっていくからね。ズドンと。ぜひぜひ。まあまたね。はい。なんかでもこうやって思うと、まあ鈴木もね、本当低迷してたんですよ、ここ何年か。もう一日一鈴木のセリフが懐かしいやろ。頑張ってたね。もう一晩冬の間毎日鈴木釣りしてましたから。実績出たからね。出たね。うん。すごかったね。ね。どこかしらね。そう。どこかしら見つけてくんね。某田中部長までが武田さんすごいね言うとったから。そこっていうとこで見つけてくるから。もうすごかったすごかった。なんかちょっとね、ほんまおらんなってね。と思ったら、まあその肩越しの話になり、まあ青門が定着し、まあなかなか大阪はもう捨てたもんやないなと思いながら、すごいなと思ってますし。すごい。ね。まあ武田さんも肩越し、まあ今年はね、青門の特攻タゲ。はい、行きましょう。ね。行きましょう。ちょっと渋ってるとこあって、押してるんやけど。いやもうね、暑いやん。暑いのね。言うてた僕ほら、もう56なるんですよ、今年。干からびるで日向おったら。なんか言うてませんよ、服着たりとか。あれいや、あれちょっと悪い。ここだけの話していい？いや、吉田君は絶対来た方がいいですよ。集中力で釣りをするには。いやね、どうなんか絶対。僕の個人的な気持ちだけ言うといていい？あれ着るぐらいやったらせえへんかな。なるほど。まあ来たらさ、工務店の人みたいになるしね。そうやね。そこらへんでしょ。そんなんもう西表島行ったらわかるけど、またね、これもまあなんていうんですか、人柄、まあキャラなんかな。もう行ったらキャプテンがちゃんとね、もう船の半分ぐらいシェードつけてくれたってね。10回投げたら日陰に座ってコーラ飲んで、また10回投げたら日陰に座って3ピンチャー飲んで、もうこれやったら1日できるわけ。まあそういうことだよね。そうなんです。でもこれ大事で、何回も言ってるけど、暑いから釣りに行かんとこっていう風にならへんように、自分なりに工夫していこうっていう一つの方法なんよ。偉いと思う。僕の場合はそれもうカマスにシフトしてるからね。皆さんカマスシーズンそろそろですよ。うちの近所でもなんと鉛筆サイズはもう確認されてますんで、非常に楽しみで、またこの青門に忙しい岩井師匠をこっそり連れ出してですね、もう2時間3時間平気で走ってまた南下しながらカマスも探しに行きたい。でもカマスも暑いよ。暑い。考えたら暑いな。考えたら暑い。夕方5時6時暑いからね。夕方まだ暑いからね。朝でももう6時になって暑いからね。暑い。だからなんかちょっと暑さの工夫をね、今年は僕テーマにしよう。知り合いの漁師さんでも昨日聞いたらもう夜12時から朝5時まで仕事してるって言った
涼しい時間に。さあ朝ちゃうよ、もう夜勤よ。そうやね。うん。でも昼間暑いもんね。もう昼間どころか8時ぐらいになったらもう暑いしね。日出たら。だからもうそういうちょっとまあまあ工夫を皆さんしながら、今年もどうも夏は暑いらしいので、ね、どうなることやらですけど。なんかもうね、雨降るにしてもさ、スコールみたいなね。いやいや、もう大丈夫。大丈夫家とか。家はおかげさんで。怖いわ。怖いけどね、何かこう、ね、想像もつかへんような、こう、雨量になったりとか、ね、あり得る気はするもんね。怖いですね。いや、ほんまに、皆さんいろいろ気をつけて、まあ体調ね、まあ去年まで言っててコロナもありまして、武田さんなんと熱中症にもなりましたから。なってあったね。はい。人生2度目かな。はい。もう。どこ行ってたんだどこ行ってというか、バタバタしてて。バタバタしてて。そう、もうロケやのなんやいろいろ重なってて、どこでどうなったかはあんま覚えてないけど、ぐたっときましたんで、ぜひですね、もう住むとこもちょっと考えていかなあかん。涼しい方、涼しいとこへ。はい。あとは何やろ、アジ今年なんかおるね。アジいますよ。アジいます。アジ間もなく、これもプチ情報最後に、はい、素晴らしい情報を皆さんに、小島遊具場との、スペシャルカラー、出た。はい、出た。小島ミンチ。出ました。はい、これがいよいよ、フィッシングゲート大阪南店さんからスタートですので、近いうちにまたご紹介できるか。小島ミンチですよ。だいぶやミンチ。強烈に。それぞれのカラーの名前もすごいね。すごいです。もう強烈に面白いですから。面白いね。ちょっとね。ノリで売り切れんなみたいな話。ノリで売り切れるし、こうみんなついついさ、SNS とかでも言ってまうんちゃう。言うてまうね。何カラーって。言うてまう。ぜひ。延べ沢もまた入荷しましたんで、皆さんぜひスロータイムアジングをですね、ぜひやっていただきたいと。まあ、ライトゲームは夏そんな困れへんな。シュレッとやりたいとこでやって。で、今年は、熊本でカヤック持っていこうと思ってるんで。そうなんや。はい。なんかできる釣りがあれば。チヌなんかはまあ全然。そうなんや。ええしね。やれたらなと思ってますし。あれとかやってきた有明海のムチゴロウ。それ別に、魚釣りでもないから。逆に危ない。危ない。そうね、今年の夏本当どうなるか。ちょっとまあ、頼みますよ。バテンと。それよね。ちょっとブワーやつ、これ、こうて。それか、なんか、水冷みたいな。そんなんあるなんなんそれ。こう、さっきも言うてるけど、こう、チューブの中に冷水が通ってて、それがこう、体のベストの中を駆け回るっていう。マジでマジで。強制水冷。それ俺寝るとき欲しいな。もう、家で寝るときに。寝るわ、スイッチは。俺も絶対でも涼しいはずやと思って。まあいろいろね、いろいろあるみたいやから、そういうのを見つけて、こう、夏を乗り切っていこうかなって気はしてる、僕は。怖いですね。まあ現場で働いてる友達も多いんで、もう気をつけてください、皆さんね。本当に。どんどんずる休みしてください。夏は。危ないですから。今日は今年初めての冷麺、冷やし中華いただきましたんで。でも食べるとき体冷やしたらあかんとか言われるんだけどね。どうなんやろね。よう分からへんですけどね。どうなんやろ。まあでも、冷やし中華食べる前に冷たい麦茶がお飲みするでしょ。まあまあ、一緒やな。一緒ちゃう。さあ、というわけで皆さん、くれぐれも新しい10フィートシリーズ、ぜひよろしくお願いします。今は買えないという皆さんでもぜひ秋までには揃えてていただきたい。これね、何が嬉しいか言いましょうか。ご予約をいただいているんです、すでに。でもその中にはなかなかの数でね、やっぱコンプリートいただいてる方いるんですよ。コンプリートっていうのはまあ5本じゃないですよ。5本のうち今3機種ね。嬉しいですよ。もうありがとうございます。もう安心のメイドインジャパンですので、ご安心ください。もう
だんだん、これもう最後やからね、ぶっちゃけいろいろ言うけど、なかなか国産で竿を作って普通に販売するっていうのも多分難しくなってきてるんちゃうかな。すごいんですよ、コストが。すごいね。冗談めいていつも言うけど、うち竿をテストするの長いでしょ。長い。で、ファーストサンプルから最後のサンプル上げるまでに、まあ、2年とかいろいろこう、何本も作るじゃないですか。で、これにしようってなってる頃にはもう値段変わってるんですよ。そうや。そのぐらいね、じっくりやるもんね。ほんまに。わかるわ。これなかなか、で、あんまり皆さんに無理強いをするわけにもいかないじゃん。で、もう価格はもうせめてこれぐらいと思って頑張ってるんですよ、こう見えても。うちも利益はもうね、最低限これでと思ってやってるんですけど、なかなかやっぱり大変なので、なんかいい形をね、まあおかげさまで直接ゴーフィッシュの内ショップでご予約いただいてますので、皆さん非常にありがたいんですけど、情報はまあ多分伝わってる、うまく伝わってるなと思ってますんで、SNS を通じてですね、そういった商品情報みたいなのを、まあなるべく早く、いつも言いますが、欲しい方にうまく届くように、ゴーフィッシュは頭をひねって、ものづくりをしてますので、そういうまあつながりを大事にこれからもまあやっていきたい、まあ、特にこんなポッパーなんかもね、はい、こんなんもうちょっと釣りする釣り具屋さんの店員さんなんか意味不明やからちょっと釣りする人意味不明でしょ。まあね、でもいる人はたまらんぐらいいるわけですよ。そこなんやけどな。もう僕それは思う。最近ちょこちょこコーラル行ってるやん、もうぶっちゃけこんなん消耗品やから、はい、もう歯型でえらいことになりますから、まあそういうこともあり、いい輪がゴーフィッシュあると思っていますので、ぜひですね、まあ、引き続き地方行ってもよかった高校生、素晴らしい高校生ありましたよ。あ、そう。ベイトロットで、アブで鈴木ばっかり釣って、かっこいいな。すごい、もう応援したいですし。ね。はい。将来楽しみか。この間。生き方いろいろある。あるある。ね。で、もう一つ嬉しいのはね、もう僕よりまだ上ぐらいの人でね、この間、エイトさん、ワイショーも来てくれましたけど、ご予約会をやった時に、ちょっとシーバスロット買おうかな、みたいに言ってくれる、超おしゃれ風の人とかね、ああいうのがほんま嬉しいですね。分かってもらえてんねんなっていう、そうね、気がします。もうね、バイブレーション投げれますかとか言われたらね、投げれますよ。投げたことないですって言うたしゃあない。いや、投げれますよ。投げられへんことはないから。そうやね。はい。でもやっぱり分かってはるよね。そうなんですよ。だからこう、なんかね、いい感じになってほしい。で、今、まあこんな最後までね、ご覧いただいてる皆さん、本当熱心な方だと思うんですけど、もし初めて見た人とかがいててね、もう武田さんが何難しいこと言うてんねんっていう人がいればね、ぜひそこはまあ遠ざけずに、ちょっとほじくってみてください。ね。はい。真実は、ありますから。ね。ぜひ、釣りの一番面白いとこをまあ楽しむための道具だし、まあ仲間だし、そういう毎日ですんでね、ぜひ。まあでもほんまでも僕思うけど真実しかないもんね。受け売りとかないもんね。よくこんなん聞いてきたでみたいな話ないもん。ない。一切。ないな。ないよな。ないな。ない。ようそんなんでやってるよなみんな。って思う。それはやめるよな。それはな。だって自分がその信念がないんやから。ね。受け売りやねんからさ。そうよな。そうよな。そんなん信じれるわけないやんな。っていうところもあるよな。なんかね、やっぱりこう、じーっとしてたらやっぱりダメなんですよ。今、情報がすごい手に取れるんで、何もせず情報は取れるんですけど、何かしら自分が動くってことが結局やっぱりいるというか、まあ釣りなら現場行くとかね、釣り具屋さん行くとかね、やっぱそういうことで、ちょっと積み重ねないとね、やっぱ分かれへんというかね、まあ、そういうことがやっぱあるので、これ前も何べんも言ってますけど、みんなが取れる情報ではもはや情報はもはや情報ではないので、それね、はい。ほんまでもその通りよね。一緒なんよ。せやねん。だから言うてりゃ話戻るけど、一緒なんよ。だからインターネットね、昔と一緒。そう。なくてもええねん。そういうことやわ。極端に言うたら。もうみんな知ってるからね。分かってるから。必要ないよね。そうなんですよ。
逆にその先のことをでもちょっとコロナ落ち着いてさ、なんかまあ釣りはようなったんかな。まあ行きやすくなったね。もう急に、コロナ禍で釣りをお休みしてたエキスパートの皆さんお待たせしました。いよいよ例年通り、いい季節になってきたと思いますので、またですね、新しい竿を持ち、マイペースで魚釣りをしていただきたいなと思ってますので、50を過ぎた淡井師匠、そして50代後半に向かう、武田さんの今後をぜひですね、皆さん一緒に動向を楽しみにしていただきたい。動向を楽しみに。それではまた、ありがとうございました。ありがとうございました。